馬場さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、この時期だいたい6月7月花が終わった後なんかによくやるんですが、口なしの挿し木をちょっと今日は、はい、うちでも毎年こうやるんですけど、今日やるのは口なしの八重花ですね。ちょっともう花がだいぶ終わってしまってて、で今ついてるのはあんまりちょっと綺麗じゃないんですけど、前回ちょっと撮った写真があるので、それまた入れ込んでもらおうかと思いますけど、もうちょっと数があんまりないんですけど、今朝ちょっと2つほどもう、挿し木して今ここにぶち込んでつけてあるところなんですけどね。で挿し木をするときにですね、もちろん時期もありますけど、よく、つがりを良くするために、例えば、メネデールとかですね、ああいうの、に、水に溶かしたやつにちょっと 1,2 時間とか、つけてとかですね。でその後よく使われるの、一番使うのルートンとか、ああいうやつの粉のやつですね。ああいうのをこう切り口刺すところにこうつけてまぶして刺すというようなやり方をされる方が多いんですけど、発根率、根の出る率を多くしようというやつなんですけどね。うちでは昔はそれ使ってたんですけど、最近はもうほとんど、HB101 を使ってます。で HB101 を少量こう水入れて、で、それに2、3時間とか漬け込んだやつを刺すというような形でですね、発根率自体はそんな特別あれじゃないんですけど、でも大概それでつがらないものが出るということもないので、口なしなんかは比較的つがりやすいやつですからね、あれなんですけど、ほぼ 100% 使ってくれますので、ちょろっとこう入れて漬け込むだけなんで楽なんでですね、それをよく使うんですけど、 HB101 ですね、活力剤ですね、これをよく使ってます。八重花、花がですね、ちょっとこれちょっともう終わりかけなんであんま綺麗じゃないんですけど、ちょっとバラの花が咲いたような綺麗な花が咲きますので、八重花でもちろん口なしですから非常に香りもいいと、いうものですのでね、この時期に、純白の綺麗な花と、こうなんていうんですかね、甘い香りのする、口なしですね。こう節がこうあるんですけどね、その節どっからでも芽を吹くと。だから結構丸坊主にこれなんかも今日午前中にちょっとやったんですけどね、わーっとこうあったやつを刈り取ってもう、今つけてありますけどね、こちらにあるのもそうですけど、こんだけバサッと切ってもまたすぐ芽が出てくるというやつですね。で口なしは極端な話とはどっから切ってもっていうとちょっとあれですけど、大概には芽を吹いてくれるので、ですね、ちょっとこれ1本切ってみますけど、でこういう節があるんですけどね、分かりますかね。こういうところのこう節がこうあるんですね。こういうとこもずっとこういうとことかこういうとことかこう節がこうあるんですけど、こういったところがですね、どっからでも後々芽を吹くというので、比較的にこう例えばこうあってここからプチンと切ったとして、これで刺しとけばこれでもここからでもまた芽を吹きますので、こういうのをこう漬け込んどいて、で挿し木をする時はですね、残ってるこう葉っぱなんか、花芽とかそういうのが花を水に刺すんだったら、その辺も切り取っとくといいとは思うんですけどね。こんなんで刺してもつがるし、ここをまた切ってもいいですし、比較的だから簡単につがるものですね。ちょっとじゃあ実際にパッチンパッチンにやっていきますね。で刺した時に後々ですね、
まあもう花からこう枝分かれしてたりすると作りやすいですね。その後のミニ盆栽なんかもですね。結構ブリンブリン切っちゃいますので、まあもうこんなもんいらないので切っちゃいますけどね。口なしの場合はですね、剪定自体ももう花後にがっつりすぐ、切ってあげるっていうのが口なしの、まあ、剪定になりますので、おお、そんな切るんですか。だからもう同時に剪定ですね。花後の剪定。もっと切っちゃってもいいんですけど、まあこのぐらいで今日は勘弁しとこうとかって今こう切ったやつがあるんですけど、まあこれを、まあこういう芽の部分とかですね、もう取っちゃいます全部。葉っぱとかをこう切っちゃってますけど、まあ、例えばこういうのこういうふうにですね、これなんで切るかって言ったら、まあまだ刺した時やら根がないのでですね、まあ、水の吸い上げ、まあ、吸い上げないわけじゃないんですけど、吸い上げなかったら枯れますからね、まあちょっとでも他に取られないように、どうせ葉っぱまた出ますのでね、こんなやってもう切っちゃいます。切っても全部出ますので、だいたいまあ刺し穂を取るときはですね、まあなるべく元気のいい勢いのいいやつを取っとくといいんですけど、まあ口なしですのでね、大概なもんは取っても出ますので。もうついてる葉全部落とす感じですか。そうですね。あと口なしはですね、非常に虫がつきやすいんですね。葉っぱをこう食べられてしまうっていうのが、まあ被害に遭われた方なんかも多いとは思うんですけど、なんでしょうかね、美味しいんでしょうかね、やっぱ香りが何とも言えないから。まあ花の時期じゃなくたってやられますからね。美味しいんでしょうね。美味しそうですもんね。そうですか。まあ挿し木はつがりやすいもの、つがりにくい植物ってこういろいろあると思うんですけど、まあ時期とあれを間違わなければですね、大概な分にはつがってくれるんじゃなかろうかとは思いますが。下はなんか切るんですか。皮を剥いでます。根が出る部分を多くしてあげるというか、けどね、一応挿し木を私に教えてくださった方はこんなやってやっておられましたですね。はい、でこういう花がついてるやつとかですね、まあ、つぼみでもですけど、まあ、もうここの中のところのやつもプチッと取ってあげればいいので、でここにちょっとこう漬け込んでるやつがあります。こんなやつですね。これを刺して
いきたいと思うんですが、まずその刺し床っていうかですね、あれを作ってやらないかんので、今日はまあ一個一個ポット内に入れるのもいいんですけど、ちょっと場所もあれでいろいろあれなのでですね、こういうトレーだったらもうトレー1枚で、やれるので、まあ下にこういうちょっとボラを引いてます。でこの上にですね、まあこういうのを今年っていうかうちでは使うんですけど、これ何が入ってるかって言ったらカヌマドと、あと、赤玉と、うちの場合は山砂ですね。赤玉山砂春に植え替えなんかの時にですね、こう当然ふるいをするんですけど、その時に出た一番小さな粒ですね、粉はもう全部捨てますけど、その次に来る、粒の小さなやつですね、それを取っといて、うちではこの時期にその挿し木に使っていきます。まあ本当のミニ盆栽というか豆盆栽ですね、ああいうのに使ったりするのにはちょうどいいこう小さな粒がふるったら出るんですけど、まあうちではこういう挿し木の時に使うか、もしくは、まあお客さんが好まれる時にはこういう、これは赤玉とやっぱり山砂とですね、開かないぞ、赤玉と山砂と、これはあと富士砂と入ってますけどね、こういうのですね、やっぱふるって出た小さな粒ですね、これを取っといて、まあ小さいミニ盆栽なんかの時の化粧砂上にこう引いたりするのに使ったりします。まあこれがちょっと濡れるとまた綺麗なんでですね、で、一応ちょっと準備をこれできましたけど、これを今からちょっと湿らしていきます。ちょっとお待ちを。準備しましたんで、先ほど切ったやつもですね、ちょっと、時間を置きまして、こういうふうにですね今漬け込んであります。でこれは最初にも言いましたけど、HB101 活力剤ですね、これを、まあ、水に溶かして漬け込んであります。でこれを実際にまあちょっと刺していきますが、まあちょっと太めのやつからやっていきますけどね。でこれはですね先ほど言った土を混ぜたやつですけど、それを、水をかけて湿らして締めてあります。でそれにこれ乾燥したまま刺す方もいらっしゃるんですけどね、まあなるべく後々グラグラしないように刺していきます。これちょっと1本でっかいの、これうまく使ってくれると面白いんですけど、これつぼみです。他の切ってるんですけど、これ切らずに刺します。これ咲くんですよ、このままで。せっかくなんで、まあ、またちょっと咲いてくれると。
期は今がいいんですか？そうですね、花子で6月からくちなしは剪定の時期っていうのが花が終わってすぐですね。そうすると早く花が咲いた分については6月中に今6月ですけど、ちょっと若干遅めのやつでも7月にはもう終わってるはずですから、だいたい花が終わってからの6、7月で、こういう剪定同時に切ったやつで挿し木をしてあげると、いいかなと思います。でこれ通常八重花っていうのはですね、あまり実がつかないんですけど、これ花が終わった後のやつですね。でこの八重花のこれはですね実が結構つくんですよ。だからそういった意味でも面白い木ではありますけどね。花も綺麗ですし、ここにも残ってますね。これそのまましておきましょうか。花芽ですか？いや、これはもう花が終わった後です。あ、実。これがちょっと下が膨らんできて実になるんですけどね。だいたい実になるのは一重と言われてるんですけど、こういうやつはこれも残ってますけど、花が終わった後っていうのはまだ残ってますけど、これだいたいもうしおれて取れちゃうんですけど、この同じ八重花でもですね、これは結構この種類は実がついてくれるのでですね、もうなんか7月入ったら軒並み天気がいいみたいですけど、もう梅雨上がるんですかね。梅雨らしいっちゃ梅雨らしいですけど、あんまりバカみたいな降り方してないですよね。そうですか。この間から結構こっちそうですか降ってますけどね。あんまり降ってないですか？いや、降ってるけど、もうなんかえらい被害が出たりするじゃないですか。そこまでの雨はないですね、今のとこは。うちも裏の川が氾濫しますので、あんまり大雨は好ましくないんですけどね。こんな感じで刺していきましたけど、刺し方としてはですね、ちょっと斜めにこう差し込んだりとかいうのがいいと言いますけど、あとはお水をかけるときですね、あまり勢いよくバーッとやって倒してしまったらあれなので、なるだけ火が揺れないように柔らかく刺してあげるのがいいかとは思います。で刺して根が出るまではですね、しばらくちょっと日陰というか明るい日陰ですね、明るい日陰なんかで管理をしてもらって、で、根が出たのを確認した後で、今度はちょっと日当たりのいいところに移動してもらうというようなやり方が一番いいかなと思います。今の時期はこうやって雨も降りますからね、割合あれでしょうけど、水を切らさないということが大事ですね。これから夏が来ますから、特に夏場ですね、水切れをさせないように、明るい日陰で管理をしながらやっていかれるといいかと思います。口なしですからね、大体本来は、植え替えなんかも10月以降とかですね、植え替え全然しても大丈夫なんですけど、こうやって先ほど見てもらったように、これはもうちょっと刈り込んだ方がいいですけど、こんなやって刈り込んだ場合はですね、このまま植え替えをしてもらっても大丈夫なので、その代わり植え替えした後はちょっと半日陰ぐらいで管理されるのがいいかと思いますけどね。ずーっと半日陰がいいんですよ。いや、だからもうこれの場合はもうしばらくするとまた葉が出ますからね。で葉が出揃ったらまたちょっと場所を移動してあげて、風通しのいいところでやってあげるといいかと思うんですけど、植え替えてしばらくはですね、半日陰ぐらいで管理されると、いいかと思います。夏場ちょっと暑い間ぐらいはですね、やっておかれてもいいかと思いますね。コメントが来てます。黒松の芽切り太陽法についたコメントです。今から五葉松の芽を増やすにはどうすればいいでしょうか？五葉松ですからね、五葉松は通常なんていうんですかね、棒状の
つくしんぼの先がこう長くなったようなああいう棒状のやつが出るんですけど、あれを通常はですね勢いのいいやつを、まあ、途中から折ってパキッと折って、刃の、まあ、調整をするんですけど、あれをほっとくとですね、なんかちょっと書いた方がいいですかね。ああ、お願いします。ちょっと下手くそな絵でちょっと申し訳ないんですけど、五葉松ですね、まあ、春に、3月4月ぐらいからこう伸びてくるんですね。でこの真ん中のこの長いやつ、こやつがほっとくとこうずっと長くなるわけなんですけど、でまあ目切りというかですね、このポチ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 ってトゲみたいなイボみたいなやつがあるんですけど、これをまあ23列残した状態で、まあこのぐらいからでも指でつまんでパキッとへし折るというようなやり方をして目摘みをしていくんですけど、で、そうするとこの辺のやつ小さい方にも栄養分がいって、まあ、バランスよく芽が伸びると。でこれをほっとくとですね、伸びたやつがちょっとまた書きますけど、まだこうずっと伸びるんですけどね、あらららら、伸びたやつが今度はこう葉を広げるんですね。こうやって葉を広げるんですけど、当然この辺にはほっとくとこの小さい方のやつにあんまり養分がいきませんから、あまり育たないで今度はこう芽が出るような形になります。で結局ここ折ってませんので、黒松と一緒です。目切りをしなかった状態と同じで間延びしてしまうわけですよね。芽のないところがこう長くなってしまうとだんだんこう不格好になってきます。で来年は今度はここからまた棒状のものがこう2つ3つこう出ますので、でまたこれをほっとくとこれが伸びたやつで葉っぱが出ますので、ここにはちゃんと芽はあるんですよ。でこうあるんですけど小さいのがあると。でここはここで今度はまた来年こうって出ますので、まあ1年1年このまあ、目摘みをしながら枝数も同時にこれで増えていきますからね。ただバランスよくやろうと思ったらやっぱ毎年この最初にこう出た時点でポキッと折ってあげると、それが今度はこの、こうあった時にこうちっちゃいこうイボイボというかトゲトゲというかあれがこうあるんですね。これを全然残さずに切ってしまうと葉が出ませんので、これがこのイボイボが葉っぱになりますから、この葉っぱをまあ 2,3 列残した状態でポキンとへし折ってやらないといけないんですけど、で、結局やらないとこういうふうに間延びしていきますから、で、毎年こうやりながら、そうするとここで枝分かれして芽数も増えていくというやり方ですね。だからまあ今の時期に五葉松のまあ枝数というか芽数を増やすっていうのはですね、あれなんですけど、これからできることはまあ秋口ぐらいからですね、だいたい、夏が終わって秋口9月ぐらいから、まあ宮崎だと11月ってまだ暖かいですので根も動いてますから、11月ぐらいまでですねしっかり秋の肥料をやってあげることによって春の芽立ちを良くしてあげる。そうするとこの芽がまあ2つ1本2本じゃなくて、まあ3つ、まあ、4つは出るのかな、4つ出るのもあるのかもしれないですけど、まあ3つ4つっていうような形になってきますから、そうするとそこをバランスよく育ててあげることによって、そこからまた次の年芽が出てというふうな形になっていきますのでね、そのための芽立ちを良くするためにはやっぱ秋の肥料ですね、しっかりだいたい9月から11月ぐらいで、肥料をやってあげるといいかとは思います。春一生懸命やって秋あんまりやらないっていう方の方が非常に多いんですけど、実際は秋の肥料が大事ですからね。で春あんまりやるとですね、黒松でも五葉松でもそうなんですけど、2番目の芽の葉が長くなるという傾向があるんですね。あんまり春にやってあげるとですね。だから春はまあそんなにですね、大量にやるのは、あんまり感心しないかなという気はします。全くやらないのもあれですけど、まあ春秋やりながら秋の方が、しっかりやってあげれるようにですね、まあ樹法によってもかな、あれによるのかもしれないですけど、最近は結構まあミニ盆栽をする方が増えたっていうのもあって、
化成肥料を使う方が非常に増えてきてるんですよ。IB 化成言って白い玉のやつですね。であれもまあ悪くはないんですけど、ああいうのが人気になった一番の理由っていうのがやっぱ匂いなんですね。昔からこう松とか、もみじとかああいうのでもそうですけど、葉っぱを見るものに関しては、窒素分である油かすっていうのが一般的に使われてたんですけど、やっぱどうしてもあれは匂いが出ますし、虫がつきやすいで、特に女性の方なんかがちょっとやっぱ嫌うという傾向もあって、最近はああいうのじゃなくて匂いがあまりしないようなのを使う方が非常に増えてますね。で、IB 化成なんか白い玉のやつなんか手軽なんでポロッと置きゃいいのでですね、ああいうのを使う方非常に多いんですけど、あれもやり方ちょっとやりすぎるとちょっと強すぎるというかですね、根をやられるとかいう話も聞きますけど、じっくりやるのには油かすなんかがいいのかなとは思いますけどね。あとは有機系の肥料なんかでも悪くはないんですけど、肥料をとにかく、秋頃しっかりやっていただくと芽数をたくさん増やすのにも効果的ではないかなというふうに思います。ちょっと絵が下手くそで申し訳ないですけど。ありがとうございます。秋の肥料をしっかりやって来年。そうですね。だから今からできることって言えばそういう形ですね。はい、というふうに思います。ありがとうございます。さあ次はちょっと深刻なコメントなんですけども、病害虫対策っていう動画についてコメントが来ました。有用な情報ありがとうございます。プロマツの葉の生え際に綿、クモの巣のようにふわふわを作るカイガラムシにここ数年たびたび侵されます。特効薬のスプラサイドの登録が昨年2023年に執行しましたが、代替の殺虫剤は何をご使用されている、あるいは使用される予定ですか。お教えいただけると助かります。はい、ちょっとスプラサイドはですね、倍率を変えるだけで、いろんな植物に対応できて、普通の貝殻虫、粉貝殻、寒卵とかいうのにも粉貝殻ってつくんですけど、ああいったやつにも有効で、スプラサイドっていうのが一般的によく使われてたんですけどね、なんかもう登録抹消になったということで、農協さんにも置いてないということなのでですね、じゃあ今後どうしたらいいかと。ただその黒松の、生え際というかに綿みたいなっていうのがちょっと私も経験したことがないので、それが本当に貝殻虫かなんかなのかはちょっとよくわからないですけど、この辺ではよく白い綿みたいなのになってて、こう触ろうとするとピョヨーンって飛ぶやつがいるんですよね。もしあやつだったとしたら普通の殺虫剤で効くんですよ。で一般的に使用されてる殺虫剤でも十分効くんですけど、もし、本当に貝殻でその粉貝殻類だったとしたらですね、やっぱり有効的なのはスプラサイドだったんですけど、それがないということであればですね、昔から使われてるのでは、ただこれも、商品によっていろいろ登録が違うみたいなんですけどね、マラソン乳剤とかああいうの、あと今なんかモスピラン顆粒水溶剤とかですね、あともう一つなんか言ってたな、トランスフォームフロアブルっていうからちょっとドロドロしたタイプなんでしょうけど、トランスフォームフロアブルなんかちょっとかっこいい名前ですねとか、あとはカルホス乳剤ですかね。こういったのが登録としてはあるみたいですね。ただカルホスに関してはですね、これは以前からなんですけど、貝殻虫の発生初期には有効なんですけど、もうびっしり張り付いてしまったやつにはですね、あまり効果的ではないっていうこのカルホスはですね。だからそういった意味では、マラソン乳剤が今でも効くのかどうかちょっとあれですけど、今度私もこの後の2つですね、なんかモスピラン顆粒水溶剤っていうのと、なんかトランスフォームフロアブルっていうんですか、なんかちょっと映画のタイトルみたいななんかトランスフォーマーとかなんかありませんでしたっけね。なんかああいうそういうのをちょっと使ってみようかなとは思ってますが、正直ちょっとうちでも残ってた在庫でまだ、スプラサイドがまだ少し残ってますので、それを使ってましたから、ちょっと
新しいのはちょっと使ってないので、効果としてはちょっと分かりません、正直な話ですね。ただ、まあ、今のところこういった品物の登録があるということだけはまあご紹介していけるかなとは思います。はい、一般的には梅なんかに登録されてる商品みたいですね。はい、わかりました。これも太陽法黒松のネギに非常に短いコメントがつきました。はい、わかりやすいと。はい、もうこれもうこの一言に尽きるんじゃないかな。ありがとうございます。こんな感じでおばさんいろいろコメントもありますので、今後もまた一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。